こんにちは。人文社会科学部社会学科2年の市川さなみです。今日は社会学科のオープンキャンパスを取材したいと思います。私がオープンキャンパスに来た時は実際の学校の様子がよくわかり、キャンパスライフへの憧れを強くしたのを覚えています。それでは取材映像をどうぞ。今回オープンキャンパスに参加した動機とかありますか？静大は、国公立でちょっと気になる学科があったので行きました。将来の希望進路とかって決まってたりしますか？高校の社会の教員になりたいなと思っています。今日はどこからオープンキャンパスにお越しいただきましたか？岐阜県から来ました。遠くからありがとうございます。オープンキャンパスに参加した動機を教えてください。父と母の母校で興味が湧いたので参加しました。どこからお越しいただきましたか？沖縄県です。遠くからありがとうございます。オープンキャンパスに参加した動機があれば教えてください。オープンキャンパスに参加した動機は、静岡は落ち着いていて住みやすいところかなと思って、あと大学がそれで気になったんで参加しました。社会学科は、人間学コース、社会学コース、心理学コース、文化人類学コース、歴史学コースの全部で5コースからなっています。で、学生の皆さんはそれぞれ好きな、学問分野を、2年次からコース選択をしていただいて、3年4年とさらに突き詰めていく、そういう勉強をする、学科になっています。まず人間学とは、正義とは何か、根源とは何か、私たちの判断や行動の基準となるものは何か、私たちは世界をどのように捉えているかといった生きていく上で根本にある疑問を見つめる学問です。で、そして人間学コースではこのような疑問を自分で見つけて、さまざまな思想書や先行研究をもとに自分なりの答えを出すのが最終目標となります。社会学というのは、社会で起きているさまざまな社会現象についていろいろな視点から観察して記録をして、その社会的な現象が起きている社会的な要因というものを分析していく学問になります。で、研究の対象はもう社会そのものなので、人によって研究テーマが教育だったり環境だったり企業だったり、本当にさまざまな研究テーマがあるのが社会学になります。皆さんは心理学といって何を思い浮かべるでしょうか？真実のようなものを思い浮かべる人もいるでしょうが、心理学のメインはこれではありません。心理学というのは人の心のメカニズムを明らかにしていく学問です。心理学の分野は一般的な世間のイメージよりも多岐にわたります。心理学コースの講義では基礎的な知識はもちろん、臨床心理学、社会心理学、発達心理学、異常心理学、神経心理学など、幅広い分野を専門の先生の下で学ぶことができます。文化人類学とは、日本や世界各地のさまざまな文化が持つ意味やそのありようについて考えていく学問です。講義の内容としては、まず講義形式のものと討論形式のものとがあります。まず文化人類学の全般、学問全般に関するものとして、学説史や理論的な内容を扱うものがあります。また、先生方の専門としている内容として、チベットやモンゴル、中国などを題材とした授業もあります。また、3年時には静岡県の地域に1週間泊まり込みでインタビュー調査をするフィールドワーク実習という授業があります。今まで中高で学んできた歴史というのはちょっと暗記のイメージとかがあると思うのですが、大学で学ぶ歴史というものはちょっと違います。大学で学ぶ歴史というのは考える歴史です。例えば今高校の教科書とかで使っている歴史というのは本当に正しいのかなっていうのを実際の資料とかを見たりしながら、そういうのをどんどん考えていこうというのが大学の歴史になります。まず日本史分野です。日本史分野の特徴というのはやはり古文書実習というものがあります。この古文書実習では実際の古文書の原本、本物ですね、を使ってその読解技術だとか分類の仕方というものを学んでいきます。高校の国分野ではやはり弥生時代だとか旧石器時代とかそういう古い分野についてやっていくので、石器ですとか土器ですとかそういうものの実測や製図、他にも古墳とかも見ていったりしますので、そういうの地形の測量などそういう調査に使える技術っていうのをどんどん身につけていくっていうのが主体になっていきます。もう一つが世界史の分野になります。世界史分野はですね、さらに、大雑把に分けて西洋史とアジア史に分かれるんですが、
スライドの写真の方ですね、こちら世界史のゼミの様子になるんですが、こちらは西洋史と、アジア史合同でゼミを行っています。社会学科ではさまざまなジャンルの学びができます。社会学科としては、コースは決定選択するんですけれども、他のコースのいろんな学びを積極的にしてほしいと考えています。したがっていろんなことに興味を持って自分の狭い関心だけではない学びを広げていく、そういう姿勢のある学生を求めています。社会学科は一番多いのはですね、進路としては一般企業になりますが、公務員、地元の静岡県庁ですとか静岡市役所、それ以外のいろんな自治体等の公務員を目指して就職していく人も多くいます。それから他の人文社会科学部の他の学科と比べますと、やや大学院進学される方が多いというところが社会学科の特徴になっています。高校生の時はですね、特に特定の分野についてどんどん勉強を進めてもらう必要はないんですけれども、いろんなことに興味を持って勉強を進めておいていただいた方が大学での学びとしては楽になると思います。それからさまざまなジャンルの本を読むということですね。大学に入って文系の学びの大きな部分を占めるのは読書、自分でいかに読んで学んで考えていくかということにあります。読書をするという習慣をぜひ身につけておいていただけると、大学に入ってからの学習生活がより実りのあるものになると思います。お越しいただいた地域を教えてください。岐阜県です。ありがとうございます。今回オープンキャンパスに参加した理由っていうのは何かありますか？静岡大学の人文社会学科に興味があったからです。ありがとうございます。大学生活とかについて何か気になることとかありますか？一人暮らしすることになると思うんですけど、一人暮らしってどんな感じですか？はい、じゃあ答えさせていただきます。一人暮らしを私も今してるんですけど、なんか自由な部分多くて楽しいことはもちろんあるんですけど、その分責任がついてもあるので、すごくなんかためになる時期でもあるので、一人暮らしはいい経験になると思います。学生の皆さんはどこで休日過ごしているのかなとか。静岡はそうですね、駅周辺の商業施設が充実してまして、動物園や美術館などもあるので、ぜひその辺に足を運んでみてください。はい、オープンキャンパスに参加して分かったことを教えてください。もうなんかいろんなコースがあって、すごいなんか大学いいなって思いますまだ1年生なんですけど、いっぱい勉強して、はい、なんか歴史についてたくさん勉強したいなって思いました。私が2年生で、一応ここを進学の視野に入れて考えてるんですけど、やっぱりまだ上岳とかなんか他の大学とかも集まってのことじゃよくわからないこととかもしっかり分かったので、参考になったなと思いました。でもなんかすごい漠然としちゃってるんですけど、ちょっと文章を書く仕事とか作家とかになりたいなって今思ってます。決まってないんですけど、そういうメディアとかなんかそういうことに関係するような、舞台とかメディアとかその系統だったらいいかなって思ってます。社会学科ならではですね。ありがとうございます。以上、社会学科の取材映像でした。私が社会学科に入学を決めた理由は、心理学を学べるということでした。入学してからは心理学以外の珍しい学問分野にも触れることができます。オープンキャンパスは年に数回開かれていますので、興味を持った高校生はぜひ参加してみてください。